はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、62% もお腹周りの脂肪が増えてしまう食べ物についてお伝えしたいと思います。で、あなたはお腹周りに脂肪がついてしまって困っているとか、お腹周りに脂肪をつけたくないというふうに考えてはいないでしょうか。やはりですね、お腹に脂肪がついてお腹が出てしまうと見た目が悪いですし、脂肪が多いと糖尿病であるとか心臓病とか脳血管疾患など病気のリスクも上がりますから、やはりお腹が出ているのは避けたいですよね。しかし今回ですね、研究の結果からこの食べ物を食べているとなんと 62% もお腹周りに脂肪が増えてしまうという肥満食品が判明しましたので、お腹を出してしまう食べ物が分かりましたので、太ってしまってお困りの方の助けになればと思って今回の動画内容にさせていただきました。なのであなたがですね、もしも痩せたいな、太りたくないなというふうに考えていても、これを食べているだけで間違いなく太ってしまいますので、ぜひ最後までご覧になって避けられるようになりましょう。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容はですね、全部字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方はですね、ぜひ字幕をオンにしてご覧になってください。おそらくこの辺とかね、この辺とかに CC というボタンがありますので、そちらをオンにしてご覧ください。ということで、62% もお腹周りの脂肪が増えてしまう食べ物についてお伝えしたいと思います。で、今回ご紹介する食べ物なんですが、これは結構多くの方が食べてしまっているものなんですよ。現代人がかなりたくさん食べてしまっているものなんですね。ですから今ですね、肥満の方が増えていて、そして生活習慣病になってしまう方も増えている状況なんですよ。ですからあなたもですね、多分食べる機会があると思うんですが、この食べ物も後でですね、研究報告と一緒にお伝えしますね。で、じゃあですね、なんで太ってしまうのか、その要因が、太ってしまう理由が何なのかなんですが、太ってしまうものって糖質と脂質の摂りすぎなんですね。で、また脂質の中でもですね、飽和脂肪酸という種類の油の摂りすぎになるんです。で、まずですね、糖質を摂りすぎてしまうと血糖値が上昇しすぎてしまって、上がりすぎてしまって高血糖状態になります。しかしですね、この高血糖状態は体にとっては異常な状態ですから、体は血糖値を下げるホルモンであるインスリンというホルモンをですね、膵臓から分泌して血糖値を下げていこうとするんですね。で、この時ですね、余った糖質というのは中性脂肪に変えられて体内に溜め込むことで血糖値を下げていきますので、この中性脂肪が増えてしまって、脂肪が増えてしまって太ってしまうんですね。そしてもう一つのですね、太ってしまうものが脂質のうちの飽和脂肪酸になります。で、この飽和脂肪酸というのはお肉であるとか牛乳とか乳製品、卵などの動物から取れる食べ物に多い油で、これらはですね、血液中の中性脂肪であるとかコレステロールを増やしてしまいますので、これらの食品を食べ過ぎると太ってしまうんですね。で、また動物性食品ではなくて植物性の油であってもですね、油というのは基本的にカロリーが高いですから、摂りすぎることで太ってしまいます。ですので糖質の摂りすぎ、飽和脂肪酸や脂質の摂りすぎが太ってしまう大きな原因になるんですね。じゃあですね、今回ご紹介するお腹周りの脂肪を 62% も増やしてしまう食べ物が何かっていうと、これは超加工食品というものなんですね。これが糖質と脂質がめちゃくちゃ多い食べ物なんです。で、超加工食品というのはその名の通り高度に加工された、超加工された食品で、食品添加物であるとか高価油を含んですぐに食べられるように工業的に製造されて、常温で保存できたり日持ちを良くしてある食べ物になります。この説明じゃね、なかなか分かりづらいかもしれませんが、超加工食品って大体ですね、作ったその原材料が分からないくらいまでめちゃくちゃ加工された食品が多いんですね。で、超加工食品で代表的なのがまずは菓子パンです。菓子パンはですね、実は超加工された食品で、これね、かなり太りやすいものなんですよ。これに気づかずにですね、毎日の食事に取り入れてしまっている方が結構いらっしゃるんですけども、毎朝菓子パンであるとかね、お子さんがね、毎朝食事っていうのが大変だから、食事作るのが大変だから、もう菓子パン与えてしまっているとかが結構多いんですよ。でもですね、この菓子パン、もうすごい太りやすい食品で、まず第一に避けるべきものなんですね。そして超加工食品ですね、他にもスナック菓子とかお惣菜パンであるとかカップ麺、
ピザやホットドッグ、ハンバーガーやフライドチキン、ケーキ、クッキー、パイなど、こういったものとかですね、マフィンであるとか、ミートボール、チキンナゲット、アイスクリームとか、高カロリーの清涼飲料水などがあるんですね。どうですか？あなたもこれらの食べ物をですね、食べてしまう機会って実はあるんじゃないでしょうか。でこれらの超加工食品はですね、糖質、脂質、塩分が大量に使われていて、カロリーが高くて、他の栄養素であるビタミンであるとかミネラル、食物繊維などは少ないという特徴があります。ですから糖質や脂質の摂りすぎで太ってしまうんですが、この糖質と脂質はですね、塩分と組み合わさることで人間の食欲を暴走させるということが研究の結果からも分かっているので、どうしても食べ過ぎになってしまうんですね。なので超加工食品単体だけでもですね、これはものすごく太りやすいものの組み合わせになっているんですけども、その中にですね、塩分がたくさん入っていることで、もう脳が暴走しちゃってですね、お腹空いたお腹空いたというふうにどんどん食べちゃうようになっちゃうんですよ。なので超加工食品も摂りすぎになってしまいますし、超加工食品を摂ることで他の食事量も増えてしまう、摂りすぎになってしまうんですね。だから太ってしまうんですよ。でこの超加工食品とですね、肥満、そして心血管系疾患について調べた今回ご紹介する研究なんですが、これはニューヨーク大学のグローバル公衆衛生学部からの研究報告になります。だからアメリカの研究報告ですね。でこの研究ではですね、超加工食品と心血管系疾患について調べられたレビューになります。でこの研究の中でですね、肥満との関連性についても調べられて結果が出ているんですね。でこの研究の対象者は18歳以上の方10万5189名になります。この参加者はですね、24時間の食事記録を繰り返し使用して、食事にどのような食べ物を摂取したのかというデータを収集しました。そしてこの食事におけるですね、超加工食品の摂取と狭心症であるとか心筋梗塞などの心血管系疾患や脳血管疾患のリスクを比較したんですね。でこの研究の結果はですね、まず心血管系疾患全体のリスクにおいては、つまり心筋梗塞であるとか、狭心症であるとか、あるいはですね、その血管系ですから脳血管系のね、脳梗塞とか脳出血とか、こういったリスクにおいてはですね、超加工食品の摂取量が1日に1回増えるごとに心血管疾患のリスクが 7% ずつ増えるということが分かったんですね。ですからもっと食べる機会が多い方はさらにどんどんリスクが増えていくんですね。でさらにですね、超加工食品のうちソーセージやハムといった加工肉、あるいはジュースなどの、砂糖入りの飲料ですね、あるいはトランス脂肪酸や塩分が多い超加工食品を食べた場合ですね、さらに心血管系疾患の発症リスクが高まるという結果も出てきました。なので普通に超加工食品のね、ピザとかハンバーガーとか菓子パンであるとか、こういったものを取るとですね、心血管系のリスクですね、だから心筋梗塞とか狭心症とか脳血管障害などのリスクが 7% ずつですね、どんどん増えていくとか分かったんですけども、その中でもですね、ソーセージ、ハム、あるいはですね、ジュースですね、そしてトランス脂肪酸が多いもの、菓子パンもそうなんですけどね、そして塩分が多いもの、ピザとかね、ハンバーガーとかそうですよね、こういったものを食べた場合はですね、さらにリスクが高いんだよということも分かったんですね。でまた肥満においてもですね、超加工食品の摂取量が最も多かったグループでは肥満になるリスクが 26% から 29% も高いという結果になって、でさらにですね、お腹周りの脂肪が 41% から 62% も多くついてしまうという結果も分かったんですね。ですから超加工食品をですね、結構摂っている方はお腹周りの脂肪がですね、最大 62% も増えちゃうよというふうに、お腹が最大ですね 62% 大きく出ちゃうよということが分かったんですね。でさらにですね、超加工食品においては食欲を抑制するホルモンであるペプチド YY というですね、物質の濃度が下がるという結果になったんですよ。なのでですね、このホルモンが出ないことで食欲がですね、抑制できないですから、食欲がですね、どんどん増しちゃうんですよね。なので超加工食品を食べている方は食欲が明らかに増していたという結果も分かりました。なので、その超加工食品をね、1日1回だけにして、その他はね、健康的な食事をしているという方であってもですね、もう超加工食品を取った時点でその他の食事における食欲も増してしまっていますので、やっぱり食べ過ぎになっちゃうんですね。ですから超加工食品単体でもですね、糖質や脂質やカロリーオーバーなのに食欲が暴走して食べ過ぎになってしまうということが分かったんです。
です。つまりですね、超加工食品を取れば取るほど心臓や脳血管の病気になるリスクが高くなるし、太るし、お腹は出てくるし、食べ過ぎになってしまって、他にもですね、糖尿病リスクが増してしまったり、血圧が上がったり、腸内環境が悪化して、ホルモンまで乱してしまうという、いろんな面においてめちゃくちゃリスクがあるということが分かったんですね。いかがでしょうか。ここまでですね、リスクがたくさんあると聞いてしまったら、さすがにですね、ハンバーガーとか、フライドチキンとか、ピザ、ケーキとかね、お菓子であるとか、菓子パンとか、今まで通りには取らないようにしようと思いませんか。まず間違いなく太ってしまいますし、まず間違いなく病気のリスクを上げてしまうし、いろんなリスクが出てしまうんですよ。だからさすがにね、今まで通りにね、1日1個にしようとか、1週間に1個取ろうとか、そういうふうには考えないと思うんですよ。そう思っていただけたらですね、私もこの動画を作った回がありますね。ですので、ぜひですね、今日から超加工食品をですね、減らしていただいて、できれば生鮮食品を買ってきてですね、自分で少しずつ手料理を作れるように頑張りましょう。でまたですね、超加工食品には他にもですね、がんを作ってしまったり、不調を作ってしまうリスクもあります。で、そのようなですね、他のリスクについては別の動画で詳しくお伝えしますので、ぜひ後でご覧になってください。で、超加工食品はですね、今様々な場所に溢れていて、とても安くで手に入ってすぐに食べやすいですから、多くの方が食べてしまっている状況なんですね。特に若者はね、やっぱりひどい状況ですよ。調理するのも大変だし、仕事も忙しいし、帰りになんかハンバーガー買って食べながら帰ろうみたいなとかね、もう帰ってから簡単に食べちゃおうみたいな方が多いんですよね。コンビニ食品もそうですしね。しかしですね、研究から大きなリスクがね、様々なリスクがあることが分かってきていますので、いずれ病気にならないためにも、太らないためにも、そして老化を早めてしまいますから、老けないためにもね、ぜひ早いうちにやめられるように頑張りましょう。私の生誕やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクがありますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたらですね、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。